皆さんこんにちは。こんにちは。当チャンネルではあまり知られていない未完成の珍兵器を多く紹介してきましたが、今回からより一般的な軍事兵器についても取り上げていこうと思います。なんか新しい動画シリーズやな。最初にお知らせしたいことがあるのですが、当チャンネルの動画についてはタイトルなどに解説と入れていますが、これはタグや検索が理由であって、実際は紹介という位置づけになっています。一緒やん。何が違うん？ほら、解説というと絶対に間違ってはいけないイメージあるよね。言うが誤りがあるかもしれんから紹介としとるんか。そういうことになります。できるだけ詳しく調べ、正確にお伝えはしていますが、性能や運用方法などは目安的な感じで受け止めてください。それで今回はどんな兵器紹介するん？そうね。あまり変な兵器を紹介しても仕方ないので、最初にこの写真を見てもらいましょう。こちらです。待て、めちゃ変わっとる兵器やん。こちらがドイツが開発した珍兵器、DM12 BARM です。珍兵器言うな。ちなみに、BARM と呼べばいいのか、パルムみたいな読み方になっているのかは調べてもよくわからず、パルムは商品名にもなっているため、ここでは BARM と呼んでいきますね。最初から色々扱いにくいやん。実はこの兵器、YouTube では解説系動画がないという激レア兵器になります。そんなあるん？ほんまや、全然ないで。ね。これが珍兵器の中の珍兵器。わかったわかった。この兵器、かなり変わった見た目をしているのですが、どのように使うのか。どう使うん？地面に設置して戦車や装甲車を撃破する無人の対戦車兵器、地雷となっています。地雷なん？これは私が勝手に地雷と分類しているのではなく、公式でそのような表現が用いられていますね。そうなんや。それでは DM12 BARM はどのような兵器なのか詳しく見ていくのですが、具体的にいつ頃から開発が始まったのか調べてもわかりませんでした。初期モデルはメッサーシュミットベルコウブロームにあり、1983年3月に初の試験がされています。ということは今から40年くらい前ってことやな。その後、試験は5年後の88年まで実施され、同年6月にようやくドイツ軍での使用が承認されました。開発に5年もかかるん？部隊に初めて導入されたのは1991年ですね。30年くらい前やな。生産数についてはよくわかっていないのですが、1991年から94年までに2万5000機です。その後も生産されているため、1.5 倍から2倍近い量になるのではないかと思われます。想像以上にめっちゃ多いやん。しかし、1998年には開発と生産が中止。その理由については、国内における地雷兵器に対する世論が強まったためだとされています。珍兵器のお姉さん。次にこの兵器の使用と性能を見ていきましょう。実は DM12 BARM には初期型の1と発展型となる2の2種類が存在しています。それぞれの性能比較はこちらの図の通りです。全長については折りたたんだ状態の長さが BARM1 は 640mm、2はよくわかっていません。設置状態での高さは1が 391mm、2は300から 700mm となっており、2が大きくなっている理由はわかりませんが、センサーが追加されていることや、弾頭の発射位置、つまり高さの調整ができるようになっていると思われます。カメラの三脚みたいな感じか。重量についても、2は2倍の 20kg。弾頭内部の爆発物の量は、2が 1.35 倍重い 1.9kg ありました。有効射程はセンサーの距離と等しいのですが、1は2メートルから40メートル。対して2は異なるセンサーを搭載したことで4メートルから60メートルに増加しています。ということはあれやな。1は広い幹線道路の反対側まで届く感じで、2はもうちょっと離れたところまで飛んでいくみたいな感じや。そうね。BARM2 については新しいセンサーが搭載されているため、場合によっては川を挟んだ向こう側から攻撃できたりと、そのような使い方も想定しているのかもしれません。そして威力について、発射される弾頭は現代ではよく使用されている成型策薬弾になっています。これはこちらの動画のように爆発により超高圧状態になり、結果的に装甲を貫くような弾頭ですね。この弾頭自体は一般的な対戦車ロケットや戦車砲の砲弾に似たものになっています。なるほど、そう言われるとイメージしやすいな。BARM1 は時速約 430km で弾頭が発射され、装甲貫通力は 600mm。2については 750mm で、こちらは爆発反応装甲などに対しても有効だったとされています。
ではこの兵器、どのように運用するのか紹介していきましょう。画像はないのですが、輸送時は1つの木箱に2つ入れられており、総重量は 38kg あります。重量から考えると、これは PARM1 の場合ですね。そこまで重とないんやな。訓練用のものは DM58 と呼ばれており、爆発物が想定されていないだけで、重量などは同等となっていますよ。判別しやすくするため、訓練用のものは弾頭部分に水色の印が入れられています。この部分やな。兵器を扱うため、兵士は様々な訓練を行い、それから2週間後にテストが行われるとしています。結構時間かかるんやな。あれ、というかこの兵器は今も使われとるん？1998年に生産が終了した今も部隊に配備されています。あ、そうなん。とっくに廃棄されたかと思ったわ。それでは、この兵器の設置から発射までの動作を紹介すると、まず最初に DM12PARM を取り出し、この足を展開。弾頭は左右に360度、どの方向にも向けられる構造です。上下方向は90度真上に向けることもでき、45度下に向けた状態でも固定できました。ということはあれか、ちょっとした高台とか山の斜面にも置いて使える感じなんやな。こちらが本体と弾頭です。この部分が実際に飛び出します。本体を設置後に細い光ファイバーケーブルを地面に伸ばします。光ファイバーケーブル？実はこのケーブルが発射するセンサーになっており、戦車が踏んだりした場合に、この弾頭が発射する仕組みになっています。なるほど。本体には取り外しできる照準があり、設置した光ファイバーケーブルの方向に向けます。本体を起動するには、弾頭付近に何らかの装置があり、それを回します。すると、緑色に光るランプが16秒間点灯することで、正常に動作するか判断されます。これが途中で止まったり、点灯しない場合は故障です。そして、起動から5分半から6分半後に、自動的に発射可能な状態になります。これで設置完了です。その後はどうするん？あとは戦車が通過するのをずっと待ち続けます。動作時間は最大40日、それ以降は自動的に無力化されます。1ヶ月以上も持つんか。もちろん専用のキーを使うことで途中で動作を止めることができ、40日後はバッテリーなどを交換することでそのまま運用し続けることができるそうです。ちなみに PARM2 ではマイクと赤外線センサーが搭載されています。光ファイバーケーブルの有無はよくわかりませんでした。改良されとるんやな。マイクを用いることで、戦車などの大型車両が射程内を通過すると、次に赤外線センサーが動作し、移動方向や速度が導き出されます。適切な位置に車両が来た時に弾頭を発射。このセンサーは1両目ではなく2両目、もしくはそれ以降の車両に対して攻撃するよう設計されていました。これなんかすごいやん。実際に使用されたとか、使われたことはあるん？そこについては規約上の理由から詳しいことは言えないのですが、最近情勢が悪化した国で使用されていることが確認されています。写真も残っているのですが、製造日は1996年6月ですね。ガチで現役の兵器なんやな。また、SNS では実際にこれが使用されたような映像も撮影されています。ほんまか。その動画では、1両目が通過した後、誰もいない道路脇から2両目の車両に対して攻撃が行われたというものになっていました。どのような兵器が使われたのかは明らかになっていないのですが、発射の状況を考えると PARM2、もしくはその類の機雷が用いられた可能性があるとも言われています。ということは、1990年代の技術でも、現代戦では普通に運用できるってことやな。一応そういうことになりますね。ゆるふわ軍事チャンネル。はい。ということで今回は、ドイツが開発した DM12PARM という兵器を紹介しました。あまり派手な兵器やないけど、なかなか興味深い感じやったな。表舞台に出るような兵器ではないのですが、これからもこういった軍事兵器についても色々紹介していこうと思います。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。